ラです。皆さんこんにちは。皆さんの1週間はどうでしたでしょうか？ I hope your day and also your week went well. 今回のビデオのテーマは1ヶ月前ほどにアメリカの新社会人1日というのを出したんですけど、今回もそのパート2っていう形でも今回は自宅勤務からの様子を、シェアさせていただきたいと思います。このビデオをちょっと始める前なんですけど、前回載せた自分の全てを話しますっていう黒人ハーフのやつを、更新した後にもう本当にいろんな人たちからコメントメッセージ、そしてなんかもういろいろなところから温かい言葉をもらえて、なんか他の人も同じことを思っていたんだな、共感してくれる人もいて、逆に違う視点からの意見ももらえて、本当にこういう機会をもらえて自分のことに対して話せるオポチュニティがあって本当にありがたいと思って、もう最後まで見てくれた方々本当にありがとうございました。今回のテーマは、私は、エンジニアの仕事をしているんですね。でエンジニアって言ったら、外で働いてるエンジニアもいれば、コーディングやプログラミングをするエンジニアもいれば、マネージメントをしてるエンジニアもいるんですけど、で結構会社の情報とかは結構そう載せられないんですけど、できる範囲の部分をちょっと紹介していきたいなと思って、でこれを見ている方々がもしかしたら学生さんたちとかで、エンジニアとか IT 関係の方を目指してるのに関してこのビデオが役に立てたらいいなと思います。では早速、ちょっとやることがたくさんあるのでそれをやっていきましょう。でこれが私の家から仕事するときに使うパソコンとデスクなんですけど、テーブルがすごく小さいんですね。これは買う前にサイズ確認をしてなくて、こんな状況になってしまってるんですけど、なんとなくちょっとギリギリに使えてる感じで、こんな感じでいつも仕事をしてます。すごい狭いスモールルームなので、実際にはリビングのところに置いてるんですね。ちょっと面白い形なんですけど、わからない。さっきからちょっとやってるのに、ちょっとこのコーディングをやってるんですけど、さっきからエラーが出るんですよ。私結構度忘れが多いんですね。話してる最中にいろいろ考えすぎて。だから質問を必ずメモしておきます。何がわからなかったのか、ちょっと質問したいと思います。Hi. Yes. How are you? The reason why I messaged you is because I'm trying to submit this specific code and I'm pretty sure I have the correct data, but and I also have other questions as well. Wow, it worked. Okay, thank you so much. I appreciate it. And I will talk to you next week, next Monday. All right, perfect. でも自宅勤務はこんな感じですね。ミーティングとかも全部ビデオ電話とかビデオ通話でしたりとか、自分のこういうスクリーンとかも相手にシェアして自分が今何やってるかっていうのもできたり、あとやっぱり自分の空間を持てていろいろありますね。でもどちらかというと自宅勤務も好きですけど、やっぱりオフィスで仕事する時も好きですね。やっぱり人と人
やっぱりその時オフィスにいる時にいろんな人と会えて、その時にいろいろネットワークを作れるから、やっぱりその時間はすごい大切だと思います。学校でいろいろ学んでること、勉強だけじゃなくて先生からとかいろいろ教えてもらえるマナー、わからないことを質問するとか、宿題の提出日とか、どうしてそんなルールがあるんだろうって思っていたんですけど、それもやっぱり仕事でもそういうこともあって、提出日も出てその日までにちゃんと終わらせなきゃいけないとか、あと人の前でのスピーチとか、そういうこともバリバリたくさんあるので、学生の方々には今のその時間を大切にしてもらいたいです。本当に私も学生時代もっといろいろやっておけばなと思うので、まだ学生さんの人たちとかこれから仕事をアプライするときにぜひぜひ一つ大切だなと思ったのは、履歴書をいつでも準備レディでいた方がいいと思います。大学生の時にもうレズメを1週間に1回、履歴書を1週間に1回必ずアップデートして、もういつでも履歴書持ってるって言われた時もすぐにはい持ってますって感じでもう準備レディしてたので、もう必ず履歴書はもう本当に携帯の中にでもファイル入れとくとか、それだけでも全然いいと思うので、はい、ぜひ履歴書はアップトゥデート。私もこの仕事に面接とかもいろいろなんか第1ステージ、第2ステージ、2ステージぐらいまであったんですけど、まあ私別にそこまでなんかアドバイスを言える立場ではないんですけど、面接は細かい質問もあると思うんですけど、自分自身のことを聞かれたら、まあもちろん準備満タンで練習することもいいと思うんですけど、もうどんな形から聞かれたとしても、もうその素で返事をした方がすごくいいと思います。やっぱり面接官からしても分かると思うんですよ。今まで何回か人生で面接をしてきた時にそうだなって思いました。面接とかすごい緊張する場なんですけど、緊張しないで素で言っていった方が一番サクセスフォーになると思います。まあこの仕事をして6ヶ月ぐらい経つんですけど、まあ来年には仕事をしながらなんですけど、大学院にも入る予定です。大学ではエンジニアっていう勉強してきたんですけど、大学院ではビジネス関係についてもうちょっと勉強してみたいなと思います。で、このアメリカのなんか会社、全部の会社ではないんですけど、私が行ってる会社では大学院に行くって決めたら、会社が大学院の学費をいくらかを払ってくれるんですね。だから本当にそれもなんか逆に会社も応援してくれてるって感じなので、それもすごいいいオプチュニティだなと思いますね。アメリカでの社会人としてもっと質問がある方はぜひぜひ、コメント欄にコメントしてください。日本とアメリカはどう違うのかがちょっとよくわからないんで、それも聞いてみたいですね。はい、そんな感じで私はこれからも引き続きこれをちょっと終わらせていきたいと思いますので、チャンネル登録をしてない方はぜひぜひチャンネル登録をポチッと押してください。このビデオを楽しんでいただけたら嬉しいです。I hope you enjoyed this video. Till I see you next time, please have a wonderful weekend and week. 次に会えるまで皆さん、素敵な人生を送っていってください。皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。ポチッ